心が元気になる美容健康雑学。いつも何かしていないと不安な人、それ休めない脳になっています。今日何もできなかった、そう思って自分を責めていませんか？実はそれは脳があなたを守っていたサインかもしれません。朝から何かに追われている、休みの日なのにぼーっとしていると罪悪感がある。これもやらなきゃあれもやらなきゃが止まらない。もしそうならあなたは意志が弱いわけでも怠け者なわけでもありません。今日はその休めない理由を脳と自律神経の仕組みからお話しします。実は頑張り屋ほど休めません。なぜなら頑張りすぎた脳は休むことは危険と勘違いしてしまうことがあるからです。ずっと動き続けることで脳は動いていることが安全と学習してしまいます。だからいざ休もうとすると頭の中がざわざわし始める。こんなことをしていていいの？まだやることがあるんじゃないの？これは性格の問題ではなく脳が休みにくい状態になっているのかもしれません。自律神経でいうと体を活動モードにする交感神経のアクセルが踏みっぱなしになっている状態です。そして40代50代の女性にはもう一つ気になることがあります。更年期になるとエストロゲンという女性ホルモンが揺らぎ自律神経も乱れやすくなると言われています。若い頃なら少し休めば戻っていた疲れがなかなか抜けにくくなることがあります。眠りが浅い、朝からだるい、何もしていないのになぜか疲れている。そんな方は体だけでなく脳も一緒に疲れているのかもしれません。ここで少し意外な話をします。風邪でも高熱になるまで無理してしまう人っていますよね。実は脳の疲れも少し似ているところがあります。本当に疲れている時ほど私はまだ頑張れると感じやすくなることがあるんです。脳が疲れてくると自分の疲れに気づきにくくなることがあるからです。みんなも頑張っているからこれくらいで弱音を吐いてはいけない、そう思って走り続けてきた方ほどある日突然何もできなくなることがあります。それは怠けではありません。脳と体がもうこれ以上は無理ですとブレーキをかけている状態かもしれないんです。車で言うとずっとアクセルを踏み続けてエンジンが熱くなりすぎた状態です。何もできなかった日はあなたの体がちゃんと限界を教えてくれているサインかもしれません。ここで質問です。ぼーっとする時間がゼロだったら脳はどうなると思いますか？実はぼーっとしている時脳は完全に止まっているわけではありません。実はこの時間脳は記憶や感情を整理するメンテナンスをしていると考えられています。スマホも使い続けるだけでは調子が悪くなりますよね。脳も同じでぼーっとしている時間に少しずつ自分自身を整えていると考えられています。そしてこのぼーっとする時間を削れば削るほど脳は疲れを溜め込みやすくなる可能性があります。何もしていない時間は無駄な時間じゃない、脳にとってはなくてはならない回復の時間なんです。ではどうすればいいのでしょうか？眠ろう眠ろうと思うほど眠れないことってありませんか？実はリラックスも少し似ています。ちゃんと休まなきゃと頑張るほど脳は緊張してしまうことがあるんです。だから今日からできることは頑張らなくていい3つのことだけです。1つ目は吐く息を長くすることです。4秒吸って8秒かけてゆっくり吐く時間を長くするだけで体は少しずつ休息モードに入りやすくなると言われています。眠れない夜や焦りを感じるとき3回だけ試してみてください。2つ目は遠くをぼんやり眺めることです。スマホではなく窓の外や空を焦点を決めずにぼーっと見る。たった1分でいいんです。何かを考えようとしなくて大丈夫。ただ見るだけでいいんです。3つ目は夜にぬるめのお風呂にゆっくり入ることです。シャワーだけで済ませる日が多い方ほど体が休息モードに入りにくいことがあります。ぬるめのお湯にゆっくり浸かるとその後体温がゆっくり下がることで眠りにつきやすくなると言われています。疲れが強い日こそ短時間でも湯船に入ってみてください。脳は頑張ることで回復するのではありません。休むことでまた頑張れるようになります。何かしていないと不安になる方ほど本当はずっと頑張ってきた方です。だから今日は自分に5分だけ休む時間をプレゼントしてあげてください。その5分が明日のあなたを助けてくれるかもしれません。あなたは最近
5分だけでも何もしない時間を作れていますか？この動画が少しでも心と体を緩めるきっかけになれば嬉しいです。このチャンネルでは40代50代の女性の体と心が少し楽になる情報をお届けしています。気に入っていただけたらいいねやチャンネル登録をしていただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。